太古の時代から人類は石に刻んだ文字で何かを伝えようとしていました。我々の知る歴史はどれほど真実なのか、今夜はその問いに迫ります。南米エクアドルの高地で発見された4枚の黄金石板。その表面には一見すると解読不能な幾何学的な文様が刻まれています。発見から30年以上、世界中の考古学者たちはその意味を理解できずにいました。石板に刻まれた複雑な幾何学模様は単なる装飾とされ、多くの専門家はこれ以上の研究価値はないと判断していたのです。しかし2018年、言語学者のマルコ・ロドリゲス博士が驚くべき発見をします。最新の画像解析技術と人工知能を駆使し、この文様を特定の法則で読み解いたところ、古代日本語とほぼ完全に一致する音節構造が現れたのです。一致率はなんと 99.9%。 この発見は少数の研究者の間で静かな衝撃を与えていました。このような言語的一致は統計学的に言って偶然では説明できません。しかしエクアドルと日本の間に直接的な交流があったという証拠もありませんとハーバード大学の教授も困惑を隠せません。もしこの発見が確かなら、人類の航海史と文明交流の歴史を根本から見直す必要があるでしょう。なぜ地球の裏側で発見された石板に日本語と一致する文字が刻まれているのでしょうか。古代の人々は私たちが想像する以上に広範囲に交流していたのでしょうか。それともこの一致には別の説明があるのでしょうか。これは単なる偶然なのか、それとも人類史に隠された禁断の真実なのか。今回は世界考古学界を震撼させた黄金石板の謎に迫ります。その真相は私たちの知る歴史の枠組みを根底から覆すかもしれません。1984年、エクアドルカヤンベ遺跡の発掘調査中、考古学者カルロス・モンタルボは地下埋葬室で4枚の黄金石板を発見しました。発掘の記録によれば、これらの石板は儀式用の祭壇の下にまるで意図的に隠されたかのように配置されていたといいます。約30センチ四方の石板には、一見すると無秩序に見える幾何学的な刻印が施されていました。当初は単なる装飾と考えられていましたが、その規則性から何らかの文字ではないかと推測されていました。しかし、基地のどの古代文字とも一致せず、長年その解読は不可能と考えられていたのです。モンタルボ教授は生涯をかけてこの石板の研究に取り組みましたが、その謎を解き明かすことなく2007年に亡くなりました。彼の死後、石板の研究はほとんど忘れ去られようとしていました。転機が訪れたのは2018年。国際言語学会で発表された革新的な研究でした。言語パターン認識 AI を使った分析により、この石板の刻印が特定の読み方で解読すると、驚くべきことに古代日本語の音節と 99.9% 一致することが判明したのです。この研究を率いたロドリゲス博士は、石板の線を特殊な方法で読むと驚くべきことに古代の日本語が浮かび上がってきました。と興奮気味に語ります。特に面白いのは、これ、それ、あれ、どれのような、今でも日本人が使う言葉のパターンがはっきり見られることです。さらに、7世紀頃の日本で使われていた敬語表現まで確認できるのです。石板に記された内容は、天体の動きと特定の場所への道案内だと考えられています。解読された文章には、いずる国、海を越えた先の神聖な地という表現が複数回登場し、東方の島々への航路が詳述されています。特に興味深いのは、大きな山の国、温泉の湧く島といった日本を思わせる地理的特徴の描写です。さらに、石板の裏面には複雑な天文図が刻まれていました。天文学者による分析の結果、この星図は7世紀の春分の日に日本上空で見られる北斗七星とカシオペア座の位置関係を正確に表していることが確認されたのです。このような天文学的な正確さは単なる偶然とは考えにくいものでした。また、石板の縁には数字と思われる記号が刻まれており、これが日本の古代暦と関連していることも判明しています。特に19年周期の太陰太陽暦の計算法が記されており、これは奈良時代の日本で実際に使われていた暦法と一致するのです。主流考古学会は、この日本語一致説に強く反発しています。専門誌での論文掲載は繰り返し拒否され、主要な考古学会議でもこのトピックは疑似科学的として議論の場を与えられていません。ケンブリッジ大学の言語考古学者は、人間の脳は不思議なもので、無関係なパターンにも意味を見出そうとします。
星座を見て動物の形を想像するのと同じです。この石板の解読も、そうした思い込みの産物かもしれません。と指摘します。歴史上、似たようなセンセーショナルな発見は数多くありましたが、ほとんどが後に誤りであることが判明しています。また、コロンビア大学の言語学者は、地球の裏側の文明で、これほど高い確率で言語が一致するなんて、科学的にはありえません。でも、この解読方法自体に問題があるんですよ。好きな結果が出るように恣意的に読んでいるだけかもしれません。と批判的な見方を示します。例えば、同じ方法論を使えば、これらの模様はアラビア語やヒンドゥー語とも一致する可能性があるのです。石板の年代についても激しい議論が続いています。放射性炭素年代測定では紀元前500年から紀元後100年頃のものとされていますが、表面の金メッキ層の技術分析では15世紀以降の可能性も指摘されているのです。また、石板が発見された考古学的文脈も不明確で、後世の混入物である可能性も排除できません。さらに、主流の歴史学では、コロンブス以前のアメリカ大陸と東アジアの間に直接的な交流があったという証拠はないとされています。そのため、この石板が本物だとしても、それは15世紀以降に作られた偽造品か、あるいは後世の混入物である可能性が高いと主張されています。こうした反論に対し、ロドリゲス博士は、石板の言語パターンと日本語の一致は、統計学的に 99.9% の確率で偶然ではありません。これは科学的事実です。と反論します。また、石板の材質と製造技術の分析では、近代的な道具の痕跡は一切見つかっていません。これは古代の技術で作られたものです。しかし、主流学会が問い続ける最大の疑問は変わりません。なぜ太平洋を隔てた地域の間に、このような言語的一致が存在するのか。その問いに対する説得力のある回答がない限り、日本語一致説は学術的な認知を得ることは難しいでしょう。エクアドルの石板と古代日本語の一致は、単なる偶然としては説明しがたい複数の証拠があります。この一致の詳細を検証してみましょう。まず、言語学的な一致の精度です。石板に記された176の文字パターンのうち、175が古代日本語の音節構造と一致しています。特に注目すべきは、これらが単なる単語レベルの一致ではなく、文法構造、助詞の使用法、敬語表現など、言語の根幹をなす要素まで一致していることです。言語学者による分析では、このような複雑な構造的一致が偶然発生する確率は10の23乗分の1以下だとされています。これは宇宙の原子の数よりも小さい確率であり、事実上、不可能な確率なのです。次に、石板に記された内容の整合性です。解読された文章は文法的に完全な意味をなし、天体観測と航海に関する具体的な指示が含まれています。それらは断片的なフレーズではなく、守備一貫した情報を伝える文章となっています。特に、北極星の右に見える7つの星が、水平線から指幅5つの高さにあるとき、東に進路を取れ、といった具体的な航海指示は、無意味な記号の羅列から偶然生まれるものとは考えにくいのです。第3に、石板に描かれた図章と文字の関係性です。文字の配列パターンが、石板の円に描かれた天体図と数学的な相関関係を持っています。例えば、特定の星の名称と思われる文字の配置が、実際の星座の配置と幾何学的に一致しているのです。これは意図的に設計された情報伝達システムの特徴であり、ランダムなパターンから偶然生まれるものではありません。第4に、石板の物理的特性と製造技術です。精密な金属工学分析によれば、石板の金メッキ層は古代の技術で作られたものであり、近代的な道具の痕跡は見つかっていません。また、石板の金属組成は、エクアドル地域の古代鉱山から産出された金と一致しています。このことは、石板が現代の偽造品である可能性を低くするものです。さらに驚くべきことに、石板に記された東方への航海指南とされる内容は、実際のエクアドルから日本への航路と一致しているのです。大きな流れに身を任せ、60日進めば東の島々に到達するという記述は、実際の北太平洋海流、黒潮の流れと一致します。黒潮に乗れば、実際に南米から日本付近まで航海可能なのです。また、記述された星の道が示す航路は、現代のコンピュータシミュレーションで計算された最適航路と驚くほど似ているのです。これは単なる偶然ではありません。
石板は異なる大陸間の古代航海者による直接接触の証拠である可能性が高いのです。とロドリゲス博士は主張しています。歴史の教科書が書き換えられる日も近いかもしれません。歴史教科書では、コロンブス以前のアメリカ大陸と東アジアの間に交流があったという証拠はないとされています。学校で習う歴史では、太平洋を挟んだ両大陸の文明は、15世紀のヨーロッパ人による発見まで、互いに完全に隔絶していたことになっています。この定説が形成された背景には、19世紀の西洋中心主義的な歴史観があります。当時の学術界は文明の発展は独立して起こるという前提に基づき、大陸間の古代交流の可能性を系統的に無視してきました。また、未開の地域には高度な航海技術はなかったという偏見も、この見解を支えていました。歴史家のマイケル・シェリフ博士は、西洋の発見以前の世界地図には大きな白い空白があります。しかし、その空白は実際の歴史ではなく、私たちの知識の空白を表しているだけかもしれません。と指摘します。歴史は勝者によって書かれるものですが、その勝者とはヨーロッパの植民地主義者たちだったのです。しかし近年、DNA 分析や高精度の年代測定技術の発展により、従来の定説に疑問が投げかけられています。2021年、メキシコの古代遺跡から発掘された人骨の DNA に、東アジア系統の遺伝子マーカーが検出されました。この発見は、少なくとも3000年前には太平洋を越えた人の移動があった可能性を示唆しています。また、ポリネシアの島々の先住民の DNA 分析でも、南米先住民との混血の痕跡が見つかっています。これは、かつてポリネシア人が南米大陸に到達していた可能性を示すものです。さらに、南米のさつまいもの栽培が紀元後700年頃から始まったという事実も、ポリネシア人との交流を裏付ける証拠と考えられています。考古学的にも、エクアドルとペルーの古代土器に見られる技術と装飾が、日本の縄文弥生時代の土器と驚くほど似ているという研究結果が報告されています。特に、渦巻き模様や幾何学的パターン、製造技術の類似性は、偶然とは考えにくいものです。エクアドルの金の石板は、この太平洋横断交流説を裏付ける最も衝撃的な証拠かもしれません。石板に記された言語が日本語と一致するだけでなく、その内容が具体的な航海術と天文知識を示しているのです。これが事実であれば、3000年以上前に、太平洋を横断する高度な航海技術を持った文明が存在していたことになります。もし石板の内容が本物だとすれば、私たちの知る人類の航海史は根本から書き換える必要があります。3000年以上前に、太平洋を横断する技術と知識を持った文明があった可能性を真剣に検討すべきでしょう、と海洋考古学者のスタンフォード教授は語ります。そして、なぜその事実が長年にわたって見落とされてきたのかという問いも、同様に重要です。エクアドルの石板が伝える最も驚くべき情報は、詳細な航海技術についてです。解読された内容を詳しく分析すると、古代人の航海技術と天文知識に関する驚くべき証拠が浮かび上がってきます。まず、星を使った航海術について言及しています。北の7つの星、北斗七星と南の十字、南十字星を目印にする方法が詳述されているのです。夜空の回転する星々の中で、動かない星を見つけよう。それが北の方角を示すという記述は、北極星を用いた工法を示しています。これは古代の航海において普遍的な技術ですが、石板には季節ごとの星の位置変化まで記されています。夏の終わりには、導きの星は空の低い位置にあるといった記述は、実際の天文現象と一致するのです。また、海流についての知識も驚くほど正確です。大きな流れに身を任せ、60日進めば東の島々に到達するという記述は、実際の北太平洋海流、黒潮の流れと一致します。黒潮は実際に南米から日本付近まで流れており、この海流に乗れば60から90日で太平洋を横断することが可能です。流れは冬に強く、夏に弱まるという季節変動の記述も、現代の海洋学の知見と合致しています。さらに、石板には大きな鳥の飛ぶ方向を追えば陸地にたどり着くという記述があります。これは海鳥の行動パターンを利用した航海術で、ポリネシア人が実際に用いていた技術です。海鳥は夜になると陸地に戻る習性があり、古代の航海者はこの習性を利用して陸地の方向を見つけていました。また、
雲の形で島の位置がわかるという記述もあります。これも実際に存在する現象で、島の上空では雲の形や色が変わることがあり、経験豊かな航海者はそれを目印にすることができるのです。最も驚くべきは、石板に日の出と日の入りの間に16分の誤差があるとき、東の国に近づいているという記述があることです。これは実際に、日本近海の緯度での太陽の動きを正確に表しています。現代の天文学的計算によれば、北緯35度付近、日本の中心部では、1年のある時期に昼と夜の長さに約16分の差が生じるのです。また、石板には潮汐の知識も記されています。海の高さは月の姿とともに変わるという記述は、月の満ち欠けと潮の干満の関係を示しています。さらに、大きな波が7日ごとに来るという記述は、特定の海域での波のパターンを表しているのかもしれません。これらの航海知識の精度は驚異的です。無人島で漂流した人々の想像ではなく、実際に太平洋を航海した経験に基づく情報ですと海洋歴史学者のエレナ・コスタ博士は述べています。特に、季節ごとの星の位置変化や海流の季節変動といった細かい知識は、長期間にわたる観察と経験なしには得られないものです。石板はさらに、黄金の国、大きな山の国、暖かい水の湧く島々、といった日本を思わせる地理描写も含んでいます。東の島には、火を吐く山があり、地面が揺れることがあるという記述は、日本の火山活動と地震を表しているようにも見えます。これらの証拠が示唆するのは、遠く離れた大陸間に、我々が想像する以上の古代交流があったという可能性です。そして、その交流は単発的なものではなく、定期的な往来があったことを示唆しているのです。このような衝撃的な発見が、なぜ広く知られていないのか。その背景には、複雑な力学が絡んでいます。まず、学術界の保守性という問題があります。考古学や言語学の分野では、長年にわたって確立された定説を覆すことは非常に困難です。研究助成金の獲得や論文掲載は、主流の学説に沿った研究に集中する傾向があり、革新的な仮説を提案する研究者は、しばしば非主流というレッテルを貼られ、学術的な孤立に追い込まれます。太平洋横断交流説のような革新的仮説は、キャリアリスクが高すぎるとして若手研究者は避けるのです。ロドリゲス博士の研究は学術誌への掲載を繰り返し拒否されています。これは科学的な問題ではなく、学術界の政治的な問題ですと科学史研究者のマリア・ガルシアは指摘します。歴史的に見ても、パラダイムを覆すような発見は、最初は疑似科学として排除されることが多いのです。ロドリゲス博士自身も、この困難を痛感しています。私はもともと言語学の主流分野で研究していましたが、この発見を公表してから多くの同僚からクレイジーな仮説を追いかけていると非難されるようになりました。研究資金も得られなくなり、大学での地位も失いました。と彼は打ち明けます。しかし、真実を追求することの方が重要だと信じています。次に、国家的アイデンティティの問題があります。エクアドルと日本の両国にとって、自国の古代文化が外部の影響を受けていたという説は、国民的アイデンティティの物語と衝突します。特に日本では日本文化の独自性が強調される傾向にあり、外国文明との関連性を示す研究は政治的に敏感な問題となります。日本の歴史教育では、日本文化の純粋性と独自性が強調されていますと日本文化史の専門家は説明します。もし古代日本が南米との交流があったとすれば、それは教科書を書き換える必要がある大きな発見です。しかし同時に、国家的アイデンティティの根幹に関わる問題でもあるのです。第3に、考古学的検証の困難さがあります。石板の分析には高度な技術と専門知識が必要ですが、資金不足や国際共同研究の困難さから、包括的な検証が進んでいません。また、石板の現物へのアクセスも制限されており、独立した研究者が直接検証することが難しい状況です。本来なら、複数の独立した研究機関による厳密な検証が必要ですが、それが実現していませんと考古科学の専門家は指摘します。科学的な検証なしには、どんな仮説も確かなものとは認められないのです。さらに、メディアの報道姿勢も問題です。主要メディアは疑似科学というレッテルを恐れて、主流学説に挑戦するような発見の報道に消極的です。また、複雑な学術的理論を一般向けに伝えることの難しさも、この話題が広く知られていない理由の一つです。センセーショナルでない学術的発見は、
メディアの関心を引きにくいのですとメディア研究の専門家は説明します。特に、定説を覆す可能性がある程度の段階の研究は、メディアにとって報道価値が低いと判断されがちです。こうした複雑な要因により、エクアドルの石板と日本語の関係性は、未だに正当な学術議論の外側に置かれたままなのです。しかし、この状況は徐々に変わりつつあります。インターネットの発達により、従来のアカデミアのフィルターを通さない情報共有が可能になり、代替歴史理論への関心も高まっているのです。私の研究結果は40以上の科学的検証を経ています。主流の学術界が認めなくても真実は真実です。トロドリゲス博士は語ります。いつか必ずこの発見の重要性が理解される日が来ると信じています。太平洋の両側に位置する文明が、なぜ同じ言語を共有していたのか、この問いに対する最終的な答えはまだ見つかっていません。しかし、いくつかの興味深い仮説が提案されています。一つの可能性は、現在の学説が想定するより古い時代に、太平洋を横断する航海技術が存在していたということです。石板に記された航海術は、我々が考えるよりはるかに古い時代から、人類は太陽を渡る能力を持っていたことを示唆しています。人類の移動能力は過小評価されています。と人類学者のトーマス・ジェンキンス博士は語ります。最近の研究では、5万年前の人類がすでにオーストラリアに到達していたことが証明されています。当時は氷河期で海面が低く、連続した陸地があったわけではありませんが、それでも彼らは海を渡る技術を持っていました。太平洋横断も、適切な知識と技術があれば不可能ではなかったはずです。この仮説を支持する証拠として、ポリネシア人の驚異的な航海能力があります。彼らは星と海流を頼りに、カヌーで広大な太平洋を渡り、多くの島々に定住しました。最も東のイースター島は、最も近い大陸から 2000km 以上離れています。この事実は、古代の人々が太平洋を横断する能力を持っていた可能性を示しています。もう一つの仮説は、現在は沈んだ太平洋の島々を経由した段階的な移動です。氷河期の終わりに海面が上昇する前、太平洋には現在より多くの島々が存在していた可能性があります。これらの島を飛び石のように利用すれば、直接航海よりも容易に太平洋を横断できたかもしれません。最終氷河期の終わりには、海面が現在より120メートルほど低かったと考えられていますと海洋地質学者は説明します。太平洋の海底地形を調べると、かつて海面上にあった可能性のある海山や大地が多数見つかります。これらが島として存在していた時代には、太平洋横断はずっと容易だったかもしれません。最も興味深い仮説は、共通の起源を持つ古代文明が地球規模で存在していたというものです。この考えによれば、日本とエクアドルの言語的一致は、はるか昔に存在した共通文明の名残だというのです。古代の世界は、私たちが考えるよりもはるかにグローバルでした。と考古学者のサラ・ウィリアムズ博士は説明します。世界各地の遺跡から発見される共通のシンボルや知識体系は、古代の国際的ネットワークの存在を示唆しています。ピラミッド構造や太陽崇拝、特定の数学的知識などが、互いに接触した形跡のない文明間で共有されているのです。この共通起源説を支持する興味深い発見が、2024年9月に報告されました。最新の言語分析 AI を使った研究で、エクアドルの石板の文字パターンと日本の縄文時代の土器に刻まれた記号の間にも高い相関関係が発見されたのです。これは石板よりさらに古い時代からの文化的つながりを示唆しています。縄文土器の記号は単なる装飾ではなく、何らかのメッセージを伝える原始文字だった可能性がありますと言語考古学者は指摘します。そして驚くべきことに、その記号体系がエクアドルの石板と共通のパターンを持っているのです。これは偶然とは考えにくい一致です。最近の DNA 研究でも興味深い発見が続いています。南米先住民の一部に東アジア系統のユニークな遺伝子マーカーが検出され、5000年以上前の交流の可能性が示唆されています。また、日本の縄文人の DNA にも、南太平洋の民族との遺伝的つながりを示す証拠が見つかっています。遺伝学的証拠は、太平洋を囲む民族間の古代の交流を示唆していますと分子人類学者は説明します。特に注目すべきは、これらの遺伝的交流が一方向ではなく、双方向であったことを示す証拠が出てきていることです。これは偶発的な漂流ではなく、意図的な往来があったことを示唆しています。
物質文化の面でも、日本と南米の古代文明には驚くべき共通点があります。例えば、日本の縄文土器と南米の古代土器の間には、製造技術や装飾パターンの類似性が見られます。特に渦巻き模様や幾何学的パターン、顔面装飾などが両地域に共通して見られるのです。また、宗教的シンボルの類似性も指摘されています。例えば、日本の古代神話に登場する龍者信仰と南米先住民の羽毛の蛇信仰には共通の要素が多いのです。両者とも水や豊穣、再生といった概念と結びついており、その図像表現にも驚くべき類似性が見られます。さらに、天文学的知識の共有も示唆されています。日本の古代遺跡と南米の遺跡の多くが、春分秋分の日の太陽の動きを正確に捉えるよう設計されています。また、北斗七星やプレアデス星ダンスバルへの言及が両文化に見られ、その宗教的農耕的意義も共通しているのです。この種の文化的類似性は、単なる偶然や人類の普遍的発想だけでは説明しきれませんと文化人類学者は指摘します。特に、複雑な天文学的知識や特殊な宗教的象徴が共有されている場合、何らかの文化的接触があった可能性を真剣に検討すべきです。2023年には、衛星考古学の分野でも驚くべき発見がありました。最新の地下探査技術を用いた研究で、日本の古墳群とエクアドルの古代儀式場が同じ天文学的パターンに基づいて配置されていることが判明したのです。両者とも北斗七星の配置を地上に再現しており、その精度は驚くべきものでした。こうした証拠が示すのは、私たちが教科書で学んだ歴史が、実際の人類の複雑な交流の歴史の一部に過ぎないという可能性です。従来の歴史観では見落とされてきた古代のグローバルネットワークが存在していたかもしれないのです。歴史は常に書き換えられていますと歴史哲学の専門家は語ります。かつてトロイの物語は神話とされていましたが、後に実在の都市であることが証明されました。マヤ文明の複雑な数学も、長い間原始的と誤解されていました。私たちは常に新しい証拠に基づいて、過去の理解を更新する必要があるのです。今夜、この動画を見ているあなた自身も、この謎の答えの一部を持っているかもしれません。もしかすると、あなたの地域にある古代の遺跡や伝承の中に、この太平洋を越えた古代の絆を示す手がかりが隠されているかもしれないのです。古代の人々が残した石板のメッセージ。それは単なる偶然ではなく、遠い昔に太平洋を越えて紡がれた日本とエクアドルの絆の証かもしれません。私たちはまだ、人類の真の歴史の断片を見ているに過ぎないのです。長い沈黙の後も、黄金の石板は今も静かに語り続けています。我々はかつて海を越えて交流していたと。私たちがその言葉を真に理解する日を待ちながら、このチャンネルでは、古代遺跡に隠された数理的暗号から、文明の真実を探り続けています。ムー大陸だけでなく、アトランティス、シュメール、縄文文明、ピラミッドの比率、神殿の配置、星座との符号、そんな封印された知識を一つ丁寧に解き明かしています。もし今日の話が心に少しでも残ったなら、ぜひ他の動画も覗いてみてください。そしてよろしければチャンネル登録と高評価で次の暗号を解く鍵を共に紡いでいただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーでお会いしましょう。